脱皮をしてお肌すべすべになりたいなと思う年頃になってきましたヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの脱皮について、特に脱皮不全、脱皮に失敗しちゃった脱皮不全についてお話をしたいと思います。ボールパイソンはですね、ざっくり言うと1ヶ月に1回ぐらい脱皮といって体の鱗をきれいに脱ぎ捨てるサイクルがあるんですね。でそのたびに大きくなっていったりするんですが、この子今脱皮前、脱皮はですね、体の中と外の鱗の間に体液を分泌させていって脱ぐという感じになるんですけど、脱皮前になると体の色がくすんでくるわけですね。この子ももうちょっと本来は黒とかがはっきりしていて柄の部分も鮮やかな色の子なんですけど、脱皮前なので全体的にくすんできていると。で体がくすんでくる、そして目がくすんでくるとそろそろ脱皮前かなという合図になります。そこから数日経って実際に脱皮をしていくんですけれども、脱皮はですね、だいたい頭の方から脱いでいってうまくいけばスル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 っと時間をかけて全身一本の靴下みたいに脱いでくれるわけですが、これがですねうまくいかない時があるんですね。一本で脱げてないでバリバリ破片のように脱いでいってしまったりとか、あるいは脱皮殻の一部が体に残ってしまう脱皮不全という状況になることがあります。なんで脱皮不全になるかっていうと、一つは湿度が少し足りていない、飼育環境の中で湿度が足りていないから、人間と同じですね、冬なので乾燥すると僕らのお肌もカサカサになっていきますけど、それと同じで環境湿度が足りていないので上手に脱皮ができないっていう場合と、あともう一つはその水分の摂取量が足りないので体から鱗を剥がす時のこの分泌させる水分が足りずに脱皮不全になってしまうというケースがあります。で今日はですね、脱皮に失敗してしまったこの様子をご覧いただきたいと思います。こういうのね、なかなかお見せするとあの店大丈夫みたいになりそうでちょっと怖いんですが、脱皮不全になることがあるので、リアルなところをご覧いただきたいと。で参考にしていただきたいということでご登場いただきました。こんな感じですね。この子の場合は背中の皮が残っちゃって、一部残っちゃってうまく脱げていないという状態です。でやっぱりどうしても冬が多いですね、脱皮不全になりやすいのは。日本の冬とても乾燥しますから、環境湿度も足りないし、冬拒食することが多いので、拒食する餌を食べなくなると、やっぱりこの水分の摂取量が下がっていくんです。ボールパイソンは自分で水を飲むことで水分を補給したりもしていますが、このマウスやラットの体液から水分補給をしたりもしますので、餌を食べる頻度が下がってくると脱皮不全になりやすくなってきたりします。こんな感じ。かわいそう。はい。でこうなったらどうすればいいのかっていうと、一般的なのは温浴ですね。32度3度ぐらいのお湯に少しつけてあげて、この脱皮殻をふやかしてあげてムキムキしてあげると、結構きれいにねすぐ取れたりするので、乾燥した状態で無理に剥がそうとすると痛いと思うので、温浴してふやかしてあげてから脱皮不全を解消してあげるということを、こうなってしまった場合はしています。良い状態ではないですけど、起こりうることではあるということと、そんなに焦る必要はないので、見つけたらじゃあお風呂に入ろうかと言って、ふやかして取ってあげるようにしてください。でですね、脱皮不全の時に目にだけ前の鱗が残ってしまって、コンタクトレンズみたいにかぶってしまうアイキャップという状況になることがあります。でアイキャップになると、海外の動画とか見ると頑張って撮ってる人とかがいるんですけど、できればね触らない方がいいと僕は思うんですね。でそうなったら、日本だとアリオンシェッドっていうスプレーがあるんですけど、脱皮を促進させる、あれを目にかけてあげるとすごく脱皮不全にはよろしいです。次の脱皮の時に一緒に脱いでくれるってことがあるので、目は触らない方がいいんじゃないかなと思います。僕らもね、目触られたら嫌ですよね。この子は今日お風呂に入って温浴をしてムキムキパイソンになります。
ボールパイソンを飼育していると脱皮不全起こることがあります。起こらないように気をつけて環境を整えて飼育をしてあげることを大事にしつつ、なってしまった場合には温浴をして剥いてあげるということをしてあげてください。今日はボールパイソンの脱皮不全についてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。